皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は Amazon プライム感謝祭先行セールを見ていきたいと思います。本セールは19日、20日となっているのでもしかしたらまた別動画も上げるかもしれません。たくさんの商品が出ているのでその中でも個人的に良さそうなものを紹介していこうと思います。もし気になる商品があったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もしかしたらすでに売り切れのものもあるかもしれませんがご了承ください。それでは行ってみましょう。Amazon セールで購入される前にキャンペーンにエントリーすると、合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップしますので、必ずエントリーしましょう。それから、購入の際の注意事項ですが、出荷元と販売元が amazon.co.jp のものかどうか確認しましょう。この場合は出荷から配送まで amazon.co.jp が行います。配送に関する配送状況、返品などクレーム対応まで、すべて Amazon が行うから安心となります。これが amazon.co.jp じゃなかった場合、商品が届かないなどもあるのでご注意ください。出荷元は Amazon でも、販売元が大手メーカーや有名メーカーの場合は大丈夫なところもあるとは思います。さらに Amazon セールでこれ安そうだなと思ったら、価格 .com も必ず調べてみましょう。例えば Amazon で Core i5 12400F がセール価格18710円でも、価格コムで見るとより安い商品があったりする場合もございます。もちろん価格コムでの最安のお店が信用できるかどうかもありますが、より皆様が買いやすい環境で購入していただければと思います。私もこれから Amazon 商品を紹介していきますが、もしかしたら最安でないものもあるかもしれませんのでご了承ください。それでは実際に Amazon を見ていきましょう。今回珍しくいくつかの CPU が価格を見ても最安だったのでご紹介。まず一つ目は Intel Core i5 12600K になります。インテル。まあインテルに関しては発熱関係であまり良くない症状が出ているというお話ですが、マザーボードメーカーさんもそれに合わせた新しい BIOS を出しているし、i9 や i7 のようなハイエンド CPU に特に顕著に出ているのでミドルクラスならおすすめしてもいいかなと思って紹介します。ただ、今月には新世代の Core Ultra も出るのでちょっと微妙なところもありますが、ということで Core i5 12600K ですが、価格は3980円。価格コムを調べても最安値でした。性能は10コア16スレッドで Intel UHD グラフィックス770の内蔵グラフィック付き。クロックは P コアが 3.7GHz から 4.9GHz、E コアが 2.8GHz から 3.6GHz となっています。PDP は 125W、MTP は 150W となっていていいかなと思います。続いても Intel で Intel Core i5 13400になります。価格は31,330円。価格コムを調べても最安値でした。こちらも10コア16スレッドで Intel UHD グラフィックス730内蔵グラフィック付き。基本クロックは 1.8GHz、最大クロックは 4.6GHz、PDP は 65W、MTP は 154W。先ほどの 12600K より少しクロックが低く、内蔵グラフィックも少し弱いですが省電力となっています。あとは軽付きではないので OC 等はできません。なので数百円の差ではありますが、こちらの方が万人に向いている CPU なのかなとも思います。続いてはハイエンドなのでちょっとおすすめしにくいのですが価格コムを見ても最安だったのでご紹介します。インテル Core i7 12700K です。価格は42,980円。こちらは 8P コア足す 4E コアの12コア20スレッドで Intel UHD グラフィックス770内蔵グラフィック付き。基本クロックは P コアが 3.6GHz、E コアが 2.7GHz、最大クロックは 5.0GHz、PDP は 125W、MTP は 190W となっています。先ほどの i5 では物足りないって人には十分かなと思います。ゲーム、動画編集、その他もろもろなんでもこいって感じの CPU ですね。まあゲームとかは GPU 次第なのもありますが、内蔵グラフィックのついていない Intel Core i7 12700KF も最安でした。この辺は用途次第ですが、内蔵グラフィックがなくてもいいって人はこちらでもいいかと思います。ただどの世代でもそうですが、内蔵グラフィック付きの CPU は一つは持っていた方が何かあった時に色々と検証もできるので便利です。では次。続いては Intel Core i7 13700K です。価格は56,980円。実はこちらは価格コム最安ではないんです。じゃあなんで紹介したの？こちらですね、最安価格のお店は代引きか振り込みだけだったんですね。で、クレカも対応しているお店で見ると Amazon で購入した方が安かったのでご紹介しました。なるほどね。こちらは 8P コア足す 8E コアの16コア24スレッドで Intel UHD グラフィックス770内蔵グラフィック付き。基本クロックは P コアが 3.4GHz、E コアが 2.5GHz、最大クロックは 5.4GHz、PDP は 125W、MTP は 253W。これはもう十分すぎる CPU ですね。これがあれば80番台や90番台の GPU を積んでもしっかり性能を出せると思います。
ということでインテルはここまでで AMD を紹介しようと思ったのですが、残念ながら先行セールで対象になっているのが全て並行輸入品だったんですよね。なので今回は AMD はとりあえず紹介しません。どんなものがあったか気になる方は Amazon で検索してみてください。では次。シュラララ。MSI Pro B760MADDR42 になります。価格は11,380円。こちらはミドルクラスの B760 シリーズでインテル12から14世代まで対応のマザーボードです。サイレンカモデルよりもちょっとグレードを上げたいなって人にはこちらの方がいいかと思います。こちらも価格コムでも最安でした。ちなみに前回のセールの時は12,980円だったのでその時よりも安くなっていますね。続いては ASUS スタッフゲーミング B760MED4 になります。価格は12,980円です。こちらも先ほどと同じインテル12から14世代まで対応のマザーボードです。こちらの方が黒基調のマザーボードなので真っ黒いパソコンを作りたいって方にはこちらの方がいいかなと思います。ちなみに B760 は一応エントリーモデルですが、先ほど紹介した i5 や i7 でも十分使えるのでこれで十分かなと思います。ちょっとよくわからないマザーボードなんですがめちゃめちゃ安かったのでご紹介です。ASUS EX-B760MV5CSM になります。価格は9,980円。インテル12から14世代を扱えるマザーボードで DDR4 で1万円を切っているのはすごいなと思ってご紹介しました。機能性や拡張性などは限界まで削ったマザーボードだと思いますので、メインパソコンというよりもサブパソコンなどに使用するのがいいかと思います。ということでハイエンドマザーボードのご紹介。MSI Pro Z790P Wi-Fi DDR5 です。価格は19,880円。価格コムを調べても最安値でした。こちらのマザーボードはインテル Z790チップセットを搭載した ATX マザーボードで、リア用パネルまで拡張された大型ヒートシンク付き。ネットについてはインテル 2.5G ランタス Wi-Fi 6E 対応。簡単に M.2 スロットを開けられる EZ-M.2 クルアイプも搭載しています。Z790 の中ではサイレンカモデルですが性能としても十分かなと思います。続いては ASUS ROG Strix Z790H ゲーミング Wi-Fi です。価格は29,800円です。こちらは Amazon 限定モデルみたいなのでその分安くなっているみたいですが、一応ですね、ROG の Z790 シリーズの順位付けをすると、上から Z790E、Z790F、Z790H といった順番になります。で、もちろん中身が色々と違うところがあるのですが、代表的な点だけ挙げると、拡張スロット部分が PCIe×5.0×16、PCIe×3.0×1、PCIe×4.0 の3つしかありません。あとは SATA コネクタは4つしかなかったりなどしますが、それを差し引いたとしてもこのデザインとその他の性能を含めてこの価格なら正直買いなんじゃないかなと思います。電源回路や IO 周り、M.2 スロットなんかは十分すぎる性能なのでもしインテルの新しいマザーボードを購入検討されている方はぜひ。ASUS Prime A620MKCSM になります。価格は9,479円。価格コムでも最安価格でした。A620 チップセットを搭載したマイクロ ATX マザーボードで Ryzen 9000、8000、7000シリーズに対応しています。5000番台 Ryzen のマザーボードも CPU もかなり安くなっていてなかなか新しい Ryzen に入れなかったって方にもいいかもしれませんね。今後 X3D CPU の販売も控えているので試しにマザーボードだけ用意するっていうのも手かもしれませんね。続いては ASUS スタッフゲーミング B650ME です。価格は15,438円。こちらも Amazon 限定モデルみたいですが Ryzen 7000、9000シリーズを使えるマザーボードがこの価格はかなり安いかと思います。ただこちらは Wi-Fi なしモデルとなるので、Wi-Fi を使いたい方は別のものがいいですが、有線 LAN をメインで使う方はこのぐらいの価格なら1枚持っていてもいいかもしれませんね。続いては MSI MPG B650ISG Wi-Fi です。価格は28,580円。価格コムを見ると最安で 3.3 万円ぐらいするこのマザーボードがそれよりも5000円ほど安いってすごいですよね。ITX マザーボードって基本的に高いものが多いので小さいパソコンを組みたい方にはもってこいだと思います。ダイレクト 8+2+1 フェーズ 80A SPS 対応の強力な電源回路を搭載していて、PCIe 4.0 スロット、PCIe 4.0 M.2 スロット、USB 3.2 Gen 2×2 タイプ C ポートも搭載しています。先ほどの ROG マザーボードもそうですが、ちょっと欲しいなと思っているところです。ASUS ROG Strix B550A ゲーミングになります。価格は16,294円。こちらは Ryzen 5 Ray シリーズ向けのマザーボードになるのですが、価格コムでも最安価格で、白くて、ROG で、かっこよくて、安い。もうこのマザーボードで十分かと思います。ちなみにこちらは前回のセールの時が17,150円だったので、その時よりも安くなっていますね。白い ROG マザーボードでこの価格は本当安いかと思います。では次。ASUS Prime A620MKCSM になります。価格は4,480円。
今5000シリーズを使っている方は予備のマザーボードにぜひ。シュラララ。クロート志向 NVIDIA GeForce RTX 4060です。価格は39,800円。RTX 4000番台も3万円台まで落ちてきたのはいいですね。ミドル向け GPU としては5万円となると手が出しにくいところもありますが、このぐらいの価格だと低価格パソコンなんかも見えてくるからいいですよね。また RTX 4060は DLSS3 も使えるので対応ゲームに関してはかなり強いかなと思います。MSI GeForce RTX 4060 Ti ベンタス 2X ブラック 8GB です。価格は56,299円。4060Ti であればフル HD のゲームであれば十分に遊べることができ、4000番台なのでアップスケーリング技術の DLSS3 も使用可能です。ミドル帯の GPU としてはなかなか良いのではないかなと思います。ただし、こちらのグラボなんですが VRAM が 8GB しかありません。現在同じ RTX 4060Ti でメモリが倍の 16GB モデルも売っているので、ゲームや用途によっては 8GB では足りないって場合もありますのでご注意ください。ちなみに 16GB モデルもセールではないんですが少し安くなっていました。このモデルの中では最安ではないんですけどね。なのでこの辺は用途によって選んでもらえればと思いますが、最近のゲームとかの傾向としては 16GB モデルの方が安心かなと思います。ちなみに 8GB モデルの方は ASUS のデュアルも似たような価格でした。ただこちらのグラボなんですが、裏に M.2SSD をさせるモデルなんですよね。なのでマザーボードではなく、グラボに M.2SSD を増設できるモデルなので、もし 8GB モデルを買うのであればこちらの方がいいかと思います。チームの DDR43200MHz16GB×2 枚になります。価格は7480円。これはセールの時に毎回紹介している気がしますが、DDR4 だとこれが毎回安いんですよね。赤いヒートシンクってところが好みが分かれるところかもしれませんがとりあえずこれを持っておけば DDR4 は問題ないレベルですね。ちなみに前回のセール時は8380円でした。続いても同じチーム製の赤いメモリなんですが、こちらは DDR5 になります。チーム DDR56000MHz×2 枚で、価格は23,780円。DDR5 で合計 64GB のメモリがこの価格なら割といいかなと思い紹介しました。メモリクロックが 5600MHz ではありますが、現状メモリを4枚挿すよりも2枚運用の方が DDR5 は安定と性能が出るので2枚でより容量が多い方がいいかなと思います。チームの RGB DDR56000MHz16GB×2 枚になります。価格は27,980円。先ほどのよりクロックが高く、白くて光るという点でこちらの方が白いパソコンを組みたい方にはいいかもしれません。こちらのメモリ、黒もあるのですが黒はセール品になっていませんでした。では次。クルーシャル P3 プラス 1TB です。価格は8221円。久々に安いなと感じる M.2SSD がありました。読み込み速度は 5000MB 毎秒、書き込み速度は 3600MB 毎秒となっており、速度的にはめちゃめちゃ速いというわけではありませんが、普通に使えるレベルの M.2 だと思います。増設向けに買ってもいいかもしれませんね。続いては SSD の付属品みたいなものですが、JJC の6スロット M.2SSD 収納ケースです。価格が1439円。こちら私4月に買ったんですがめっちゃ便利で今も使ってるんですよね。意外と元のケースに出し入れするよりかこういうのに出し入れすると使いたい時にすぐ使えるので便利ですね。ただこちらは前回のセールの時の方が100円安かったのでちょっと残念です。NGXT-H5 フロー RGB になります。価格は1280円。NGXT のケースは人気も高いケースで、フロントに RGB ファンが2つ、リアに1つ、前より下部 220mm ファンが斜めについています。白いかっこいいパソコンを作りたい人にはいいかなと思います。ただこちら、現在 H5 フロー RGB の V2 という新しいモデルが出ているので旧型ではあるのですが、それでも1万円は安いかなと思います。ATX マザーボードまで対応しており、クリアランスとしては電源は 185mm まで、グラボは 365mm まで、CPU クーラー 165mm までとなっております。白いパソコンケースを NGXT で作るっていうのもいいですよね。では次。シュラララ。続いてはモニター、イノクン 27M2V になります。価格は88,860円。これ以前レビューさせてもらって、今もメイン機で使っているんですが本当に描画も綺麗でフレームレートも 160Hz まで出るし、気持ち的にはもう1台欲しいところなんですよね。ただあくまで個人的な感想ですが、4K で綺麗な映像を見たい場合、27インチだとちょっと小さい気がしています。確かに 4K でゲームとかすると綺麗なのはわかるんですが、映像系を 4K で見るとちょっと物足りないなって感じました。あとこちら実は先行セールになっていません。先行セールになっているものもあるのですが、ミニ LED の分割数が違います。こちらの先行セールになっているものは1152分割、
2000円ぐらい高いですがセールになっていない方は2304分割とより細かい画質となっているので、もし購入されるのであればこちらの方がおすすめです。というか商品ページもよく見ないと区別がつかないのはちょっとよろしくないかなと思いました。確かにパッと見だとどっちも同じように見えるわね。私も最初何が違うのか見比べちゃいました。続いてはベンキューモビウス EX2510S になります。価格は33,026円。こちらもよくセールになる商品でフル HD、165Hz、IPS モニターとゲームをするのに十分な性能となっています。ただ最近いろんなメーカーさんがゲーミングモニターを出しているのでその辺も機会があれば見てみたいなとは思っています。続いて商品を見ていて気になった商品になるのですが、LG ウルトラギア 24GS60FD です。価格は19,800円。LG っていうだけでダメって方もいますが、23.8 インチでフル HD、180Hz、IPS パネルと、先ほどのモニターよりも性能が良さそうな感じです。ただ実際に見たことないので発色等はわかりませんが、ゲーミングモニターとしてはなかなか良さそうな感じです。あとスピーカーはついていないみたいです。では次。シュラララ。松屋セレクト4種32色になります。価格は6,480円。1色あたり202円になります。こちらは前回と前々回のセールと価格が変わっていないので紹介するか悩んだんですが入れておきました。物価もろもろが上がっているので仕方ないところもありますが、個人的にはこちらの9種30色の方が色々楽しめていいのかなと思いますが、1色あたり213円と単価が10円以上上がっちゃうんですよね。悩ましい。皆さんならどっちを買いますか？ぜひコメント欄で教えてください。いや早く本題に戻りなさい。はい。MSI のゲーミングノートパソコンサイボーグ15になります。価格は154,800円です。CPU は10コア16スレッドの Core i7-13620H で GPU は GeForce RTX 4060ラップトップ GPU なので、フル HD でゲームするには十分な性能かなと思います。ただメモリは 16GB で SSD が 512GB なので外付け SSD なんかも付けるとより快適になるかなと思います。あとは DLSS3 も使えるのでその辺を使えばより快適になるかなと思います。ちなみにこちらは前回の時より安くなっていました。続いては ASUS スタッフゲーミング F15 です。価格は189,800円。14コア20スレッドの CPU に RTX 4070ラップトップ GPU を組み合わせたハイパフォーマンスなゲーミングノートパソコンです。RTX 4070ラップトップ GPU のゲーミングノートパソコンって20万円を超えるものが多いのでこれはその中でも安い方かなと思います。ただこちらもメモリは 16GB で SSD が 512GB なので注意が必要です。こちらはおすすめというかちょっと気になった商品です。整備済み品エイリアンウェア M15R6 です。価格は111,840円。これ、360Hz モニターみたいなんですよね。ただ搭載している GPU が RTX 3060なのでどのゲームなら 360Hz を活かせるのだろうかなと思って紹介しました。バロラントで設定を下げまくればいくかなといったレベルかと思いますが、RTX 3060で 360Hz モニターってすごいなと思いました。続いてはアンカーシリーズでサウンドコア VRP10 です。こちらはアンカーのゲーミング向けイヤホンになります。価格は1990円です。最大24時間再生や2台同時接続など結構欲しい機能がついているイヤホンなんですよね。また VR 系でも使われている方が多いみたいです。続いては Ugreen の 2-in-1 マグセーフスタンドになります。価格は3299円。これ今デスクに置いて毎日使っているのですが、ケーブルを挿さなくていいっていいですね。ケーブルの方が充電速度が速いので、とりあえず充電しておきたいぐらいの感覚の方にはいいかと思います。あとはスタンドとして使えるのでパソコンデスクにちょうどいい感じでスマホを見れる感じになります。ちなみに前回のセールの時より安くなっていました。アンカーマグネティックケーブルホルダー2個セットになります。価格は1860円。こちら今デスクに取り付けて使っているのですが散らばりやすいケーブルをマグネットで留めてくれるので、結構まとまってくれています。本体にも磁石がついているので、デスクの横とかにも取り付けられます。ちなみに2個セットの方が安いから2個セットを買ったのですが、1セットしか使っていません。意味ないじゃん。でも1個だと1350円と割高に感じてしまうんですよね。続いては Ugreen Revo Dock 105です。価格は1499円。100W PD 急速充電に対応した 5-in-1 の USB ハブです。ゲーミングノートパソコンや iPad などにも使えるので出先などによく持って行っています。こういうのが1個あると色々便利なんですよね。イナテックガジェットポーチになります。価格は2999円です。
普段から使っているのですが、結構な容量入ってさらに180度開くことができるので、ガサツにポンポン入れちゃう私でもすぐ見つけられるんですよね。私はいつもここに PD 充電器と必要なケーブル類や外付け SSD、さらにマウスまで入れているのですがそれでもしっかりと閉まってくれるので、割とどこかに行くときはいつもこれに入れて持ち運んでます。大きさが26センチ ×9.5 センチ ×15 センチとあるので、カバンによってはかさばってしまう可能性もあるのでご注意ください。エルゴトロンのモニタークイックリリースになります。価格は3331円。これ現在使っているのですが、モニターをモニターアームから簡単に取り外せます。デスクを掃除したい時やアームを掃除したい時、もしくは別アームに取り付けたい時なんかにも便利です。エルゴトロン LX デスクモニターアームです。価格は17,680円。これ実はついこの間から使い始めたのですが、あまり良いコメントをもらってなかったのですが、取り付けも簡単で動作もそれなりに軽いので、いろんな方がおすすめしているだけはあるなと思いました。ちなみに私はアルミ色を使っています。続いて NGXT クラーケンエリート RGB240 ホワイトです。価格は2580円。価格的にはちょっと高い簡易水冷なのですがしっかり冷えるし、価格コム最安だったのでご紹介しました。先ほど紹介した H5 と組み合わせてもいい商品かなと思います。続いてはレキサープロフェッショナルシルバー SDXC128GB です。価格は2979円。割と SD カードって最大読み取り速度が 100MB 毎秒のものが多いのですが、こちらはその倍の最大読み取り速度が 205MB 毎秒となっています。最大書き込み速度も 140MB 毎秒となっているので高画質の写真や映像を撮る人にはいいのかなと思います。ただそうなると 128GB では容量的に心もたないところもあるのですが、それでもこの価格はかなり安いんじゃないかなと思います。レキサーを使ったことがないので耐久性などはわかりませんが。はい、ということで今回は、Amazon プライム感謝祭先行セールの商品を見てみました。もし他にもこんないいものあったよっていうものがあったら、ぜひコメント欄にお書きいただければと思います。今回は先行セールだったので本セールが始まった時にまた動画を作るかもしれません。あと気になる商品があったら、ぜひ、概要欄からクリックしてください。秋かすめ。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。